はいどうもこんばんは、いつきんです。本日の動画なんですが、明日珍しく水曜日なんですがメンテナンスがあるということで、バランス調整などの実装も影響しているのかなと思うんですが、新しい英雄も追加が予定されています。公式の X でもイラストなどが出ていましたが、新しい英雄ナユル、こちらはですね、去年にイベントでもちょっと出てきた英雄なんですが、ついに実装されるということで、性能がですね、いつも出している動画がまだ出ていないんですが、お知らせから性能を見ることができましたので、ちょっとそちらを見て、解説などしていこうかなと思います。はい、というわけで内容がですね、更新内容のお知らせ9月27日予定という記事に、ありますので、そちらでね、確認をしていきたいと思います。はい、こちらがナユルの全身イラスト、X にも上がっていましたが、最近真面目な話をすると、規制がね、結構きつくなってきていて、太ももは多分許されてるのかなと思うので、こういう感じになったんですかね。非常に強調されていて、僕はね、超好きなイラストです。はい、それではスキルを見る前に、キャラクター性能ですね、ステータス書いてないんですけど、アーチャー非属性魔活級ということで、おそらくリフと同じステータスになると思います。なのでスピードが115で、効果陣形も多分なんですけど効果命中が上がるんじゃないかなということで、ここね、説明書いてありますね。ナユルは弱体効果高速と封印を活用して敵を継続的に牽制できる非属性アーチャーですということで、もう怖いことしか書いてないんですが、スキルをね見ていきたいと思います。はい、まずスキル1は敵単体を攻撃して沈黙を一旦の間付与という攻撃になります。さらに対象が沈黙状態だった場合、アクションゲージ 20% ダウンということで、光アンジェリカと同じスキルを持つということで、闇ラビーなんかの牽制とか光リリアスと組み合わせた時にはめれるっていうことができるので、非常に強力なスキルをもらっていると思います。そしてスキルに敵単体に封印を2ターンの間付与した後、攻撃して自身にスピードアップを2ターンの間付与する。封印2ターンでクールタイムも2ターンとなっているので、非常に速いペースでスキルを使えるということなのと、よく見るとですね、封印を先に付与した後に攻撃となっているので、非接触の封印付与になります。なので光アーディンなんかに打っても、回避が消えた状態で殴れるので、アーディンが無力化されます。で、後で紹介するスキル3で光アーディンを対応できていないので、スキル2でカバーするという感じになりそうです。はい、こちらがスキル3ですね。覚醒後で見ていきましょう。敵全体を攻撃し、強化効果を全て解除した後、高速を2ターンの間付与。スキルターンを1増加させる。自身に追加ターンを発生させるとなっています。新しく出てきた弱体効果高速は自身のターンでない場合行動できないというデバフです。いや、これはちょっと強すぎるというか、スキルターン1増加いらないんじゃないと思うんですが、クレンザーで簡単に解除されるとそれはそれで弱すぎるので仕方ないかなといったところなんですが、攻撃版のルアですね、古竜の遺産リリアスなども使えないので、なかなか対策が難しそうに思えるんですが、命中させないとデバフを付与できない、スキルターンを延長できないので、氷属性とか回避系の英雄であれば対応ができます。ルアと違って強化効果全て解除なので、免疫とシールドでは防げません。根力で効果抵抗を無視できるのでめちゃくちゃ強力ではあるんですが、やっぱり命中させないとダメっていうところから、氷エレナとかエミリアとかディエネとか氷属性のクレンザーが復活してくるんじゃないかなと思います。特にエレナに関してはめちゃくちゃ強力で、最近だとたまに上位の人だったら使って、ランディの対策だったりとか光チェルミアの対策に持ってきている人もいるんですけど、非常に強力になってくると思います。続いてはモチーフ異物ですね。貫突で 50% の確率で防御力ダウンを付与できるという異物になります。ミスコンフィールと違って単体指定がないので全体攻撃でも発動ができます。確率がちょっと不安定かなと思うんですが、付与されると十分にそれだけで試合が終わる可能性があるので、ちょっと注意が必要になってくるかなと思います。基本的にアーチャーは導きの光が安定するんですけど、例えば光リリカなんかから光パベルがつながってしまうと防御力ダウン付与した時点で生き残れないので、結構使う英雄によっては一気に試合結果を決めれる強力な異物になるかなと思います。
はい、というわけで総合的な評価になるんですが、間違いなく強いですね。スキルターン延長ってどれだけ強いかっていうと、もうルアで散々ね、体験してきたと思うので、めちゃくちゃ強いんですが、接触型なので、ルアよりかはちょっとマシかなと思います。ただ、結構影響の出る英雄が多くて、この高速デバフっていうのが挙動がまだはっきりしないんですけど、反撃系、通常の光ランディとかみたいな反撃とか、メルセデスみたいな特殊反撃、あとはリムルみたいなカウンターですね。ああいったものも付与されると多分発動しません。他には攻撃を受けた後にパッシブで発動するタイプ。例えばエンジェリカーですね。守護天使。これなんかももしかしたら発動しないんじゃないかなと思います。あとはセリンですね。非攻撃を使うと攻撃をしてくるセリン。あとはポリティス。この辺りも高速をつけられると発動しなくなるのであれば、めちゃくちゃ強い効果になると思います。なのでどっちかというとスキルターン延長がサブ効果というかおまけで、高速というこの強力なデバフがメインの英雄になってくるかなと思います。あとは連携ですね。光リリアスとかからの連携攻撃もこの高速がついてると発動しないので連携がされなくなるのかなというところですね。ちょっとまだはっきりこの高速がどこまで影響するのかがわからないんですけど、あとはエドワード・エルリックとかもどうなるかわからないですね。高速がついた瞬間に反撃するのか、ついた段階で行動ができなくなるのでカウンターも発動しないのか、ちょっとそのあたりは実際使ってみて試していかないといけないと思うんですが、文面通りに受け取るんであれば一切行動ができなくなるので発動しないんじゃないかなと思います。はい、というわけでバランス調整も明日入りまして、覇者剣がまたこう活躍できるかなと思いきや高速という厄介なデバフが出てきて、はたまたどうなるのかっていうところなんですが、英雄としてはめちゃくちゃ強力なので、間違いなくこれは獲得しないと今後環境に間違いなく入ってくるので必要かなと思います。ただやっぱり気になるのが氷エレナとかの氷系のクレンザーが出てくることで環境が大きく変わってくる可能性がありますね。なのでその辺をちょっと明日実装されてからいろいろと使ってね試していきたいと思います。はい、というわけで今回は公式の動画が遅れているんですがお知らせにありましたので、そちらでね紹介をさせていただきました。ちょっといつもと形式が違うんですが、参考になれば幸いです。というわけで、皆さんの感想も明日実装なんですぐなんですけど、もしあればねコメントに残していただければと思います。というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。